これの違いってどうああ、なのかなっていう。聞きたい、聞きたい。結構興味ある、この違いのやつ。うん。格闘ゲームとうん。対戦アクションゲームの違い。おー。例えば、ストリートファイターとまあ、スマブラ。スマブラとか、ああ、の違い。ガンネットストームとか。ガンダムとかね。難しいね。難しいよね。なるほど。お、思想のい話ですいね。いや、そう、ちょっと重いかもしれないけど、これ。ちょっと待って、それはね、じゃあ、わかりやすいところでは、スマブラと、じゃあ、ストリートファイター何が違うのかっていう。まあ、でも、格ゲーと捉えられる場合もあるよね。でもね、これね、俺すげえ重要。うん子供から言われてびっくりした。そっかって言われたんだけど、空中制御。空中制御。ああ。スマブラって、マリオとかと同じで、左右こう、ちょっと動かせるからね。ギルティとかだって空中ダッシュとかある。アルカブもできますよ。制御もできる。ほぼ制御できます。固定化された空だと、自由制御は違う話。あ、いや、自由制御。自由制御あります、あります。ほぼできます。マーブルはできるし、あ全部ありますね。そうだからスマブラだって制限はあるでしょ、ある程度。ストリートファイターとの比較に今なっちゃってて、だから、格ゲーと、でもスマブラって格ゲーって言われてるよね。どっちかというとちょっと外れて。まあ言う人もいるし、違うって違うって人もいるね。そう。思想の話だと思うから。これは思想だと思う。一番難しいところここはね、歴が浅い俺の意見も逆にね、大事だと思ってて、俺の格ゲーのイメージって、やっぱりマブカップとかは触ったことあるんで、上にこう展開するのがあるのを知ってるんだけど、俺の中の格ゲーイメージってこう、上がないっていうか、この横の移動っていうの。なるほど、なるほど。確かにスマブラは上がありますからね。拡大もあるし、縮小もあるじゃないですか。なんかこう、離れれば拡大するし。それなりに、竜子の剣っていうゲームはそうだったんですけど。無数にあるから例外みたいな。ただ、いや、ミツさんが言うように上はなかったっすね、確かに。上の段とかあるじゃないですかって、スマブラって。そう。で、マリオの世界観ですよね。マリオブラザーズの世界観ですよね。だからなんかその、画面が上にこう展開していくのがアクションなのかなっていう。格闘ゲームは、限定的な横移動という。でもガンダムって上ないよね。ガンダムは飛べますよ、ビヨンビヨンって一応。全部ありますよね。ドラゴンボールですよね。だから、要するに、これをどうするか、多分さ、過去にない格ゲーが出てきたら、もう多分ルール変わっちゃうんだよね。例えばそれこそ LOL の格ゲーがこんなんですって出てきたときに、例えばそれまでだったらさ、俺らがさ、ずっとさ、じゃあ1対1が格ゲーでとか言ってたら、キングオブファイター出てきましたとかさ、あって、だから多分歴史が浅いから、固定化できないと思うんだよね。結局メーカーやりたい放題っていうか、そこは。メーカーが決める説が俺の中であって、今ちょっと調べたんですよ。ストリートファイターのジャンルは対戦型格闘ゲームって出てきて、スマブラは対戦アクションゲームってやっぱ書いてあって、メーカーが出すときにつけるものなのかなって思っちゃった。でもメーカーがそういうの設定してるときはギリギリのラインで格闘技をやってるてかそう、殴ったり蹴ったりしてるかどうかはあると思う。スマブラ数やいますよ。いや、それ一人だけじゃん。一人だけっていうか殴ったり蹴ったり。殴ったり蹴ったりもしてるけどね、確かに銃も撃つけど。ガンダムも一応殴ったり蹴ったりしてるよね。確かに。するやつもいるね、確かに。いや、だからやっぱあれじゃない、人間ベースで基本ね。人型の奴らが殴ったり蹴ったりするのがまあ。サイバーボットはじゃあ格ゲーじゃないですか。でも格ゲーって言われてるよね。そうか。わかんないよ、これは。難しいんだよ、これが。例えばその一人称視点の、打撃技しかないゲームが、FPS 視点の打撃技しかない1対1のゲームみたいなのが出てきた時ってどうなの？まあ、そういうゲームも今あるっちゃあるよ、全然。なんか、ボクシングゲーム。ボクシングゲームボクシングゲーム。だってマイク・タイソンのファミコンのやつそうだったもんね、だって。パンチアウト。ちなみにあれは、アーケード何あれは。あれ何でも、一個、いや、そう、一個絶対にこれはっていうのは、コンピューターとしか対戦できないのは格ゲーじゃないですよね、今のところ。まあ、確かに。それはいいですね。でも、まんま格ゲーの形してたら格ゲーって呼んじゃいそうだけどね。対戦、格ゲーは格ゲーなんじゃない、対戦格ゲーじゃないだけで。これファブの送信今やっぱちょっと聞いてみないとダメだ。確かに。なんか対戦アクションっていうと俺、国尾くんとかああいうの思い浮かんじゃうんですよね。大運動会とかああいう。みんなでなんかアクションゲームやりながら。あれもでも縦軸あったもんね、あれもね。
なんか俺の中でスマブラってそっちに近い。うん、なるほど、なるほど。スマブラ1対1は、ある意味一つのジャンルなだけ、一つのなんでモードなだけで、初心者の感じで言うと縦軸があるかないかなのかなとか、あと奥行きとか。スマブラはいろんなモードがある中の一つなんで、1対1は。まあ、奥行きは 3D 格ゲーもあるからね。でもストクロは 3D 格ゲーの奥行きってさ、その、手でしょ？別に本当に奥に行けるわけじゃないでしょ？画面変わんない。いや、奥に行ってさ、例えば国尾くんってさ、こことここにいたらさ、戦い始まんないじゃん、絶対に。ああ、そういうことか。そう、早乙女のこれとか意味ないわけじゃん。格ゲーって常に早乙女のこれの射程じゃん。国尾くんがすごい便利ですね。便利。人間魚雷が無力なわけじゃん、ずらすと。懐かしい。みんなでやりたい。いや、確かに。分かれ目って難しいんですよ、こういう確かにね。さらにその中の特殊で、そもそも体力じゃないですし、ぶっ飛んだら。対戦アクションゲームの、じゃあ代表的なゲームってスマブラ以外に何があるんですか？ガンダム？あれはバーチャロンとか。対戦アクションバーチャロン、ガンダム。バーチャロンか。はあはあはあ。なるほど。あれはエアガイツは？いや、エアガイツはどっちかってストリートファイターよりはバーチャロンに近いよね。ああ、そうっすね。やっとこんのよ。ジャンプ系のゲームは対戦アクションゲーム多いイメージ。ああ、そうだよね。アルティメットストームとか、言ったらドラ鬼滅の刃とか。ドラゴンボールとか。でも格ゲーって言われたら格ゲーな気も。いや、あれは格ゲーでいいでしょ。そう。だから分かんねえっすわ、もうこれ。わかんないですね。じゃあまず、これは何の話かっていうことを最初に言いますと、格ゲー業界って、稀に強い兄弟っていうのがいるんですよ。はい。わかりますね。わかります。例えば、有名なところで言うと、兄犬音チュン。はい。もう名前に、リングネームに兄、弟ついちゃってるぐらいなので、もう、で、あの人たちは本当にトッププレイヤーです。スト2のトップ、ガチのトッププレイヤーです。もう何年も、10年以上、なんなら20年ぐらいトッププレイヤーじゃないですか。孫ことなき、もう最強兄弟なんですけど、で、他だと、スト4で言うと、ワオ6ですかね。ワオ、いいっすね。ワオ2とか、6号機。で、ちょっと、あれは変わっちゃうけども、少年ジョビンとか。はい。ジョビンは格ゲーの最トップではないけども、兄弟としては面白い。って感じで、多分、ちょいちょいいるんだけど、やっぱ人口全体で考えると、すごい少なくて。っていうのがあって、で、じゃあその中での一番すげえ兄弟どれなんだろうっていうのをちょっとお話ししたいんですけども、皆さんサイヤマンってご存知です？サイヤマン？はい。YouTuber。じゃあ違います。それじゃないです。違います。ドラゴンボール。ドラゴンボールの方の。ぐらいしか思い浮かばない。それも違います。格ゲーマー。格ゲーマーのサイヤマンって言ったんですよ。知らないです。ちなみに、多分俺とそんなに年変わんないはずなんですけど、っていうのは、彼は中学生の時に号機を使って、関西で50連勝ぐらいして、で、卒辞めたらしいんですよ。で、その当時のメンバーには、当然兄犬さんとか途中さんとか、後に長瀬っていう最強の土地、スト2最強の土地を、作った人たちも含まれてたらしいんですけど、号機ってとんでもない最強キャラなんで、それは差し引いても、で、彼らがまだ、未完成だった時期だったとはいえ、やっぱすごいことだと思うんですよ。で、実際それを教えてくれた関西人は、いや、あいつめちゃくちゃ強かったよ、みたいな。あれは本物やで、みたいな。聞いて、そんな人いるんだ、みたいな。で、ちなみにその彼は途中で名前を変えて、ミーとかミカンっていう名前で格ゲーをやるんですよ。で、バーチャでトップ。これは知ってるよ。俺、サイヤマンは知らないけど、ミカンは知ってます。そう、フードに聞いても、いいよ、めちゃめちゃ強いです。みたいな感じで言ってたんで。でちなみにその彼は、ギルティギアのゼックス全国大会優勝してて。すごい。はい。で、しかも全キャラ使えて、で、最強キャラがミリアって言われてたんだけど、多分環境を見て、当時ほら、1キャラしか使っちゃいけないんで、環境を見てジョニー選んでちゃんと優勝してるんですよ。そう。多分この環境ならジョニーが一番優勝しやすいな、みたいな。っていう人がいて。でも格ゲーは多分やってないんですけど、っていう超有名なプレイヤーがいました。で、そんなサイヤマンに、兄がいるんですけど、そいつの名前が、ナメックなんですね。
ライバル同士。はい、ナメックなんですけど、はい。ナメック、まあ、俺、一番スト2やってたのって、多分中学校2年生ぐらい。多分漫画の舞台になったぐらいの時にめちゃめちゃスト2やってたし、あと、まあ実際多分関東で一番強かったんですよ。まあ一番勝ってました。強いかどうかわかんない。勝ってました、一番。っていうのがあったから、関東の人たちは、いや、やっぱ梅原君強いね、みたいな感じになってて。で、逆に関西の遠征してくる連中は、いや、梅原君めっちゃ強いけど、いや、ナメックとやらしたいわ、みたいな。いう感じなんですよ。で、いや、ナメックって、ちなみにキャミーって、最近の格ゲーしかやってない人たちだと、ピンとこないかもしれないですけど、ほぼ最弱クラスなんですよ、スト 2X のキャミーって。めちゃめちゃ弱くて。で、俺は、いや、キャミーで勝てるわけないっしょ、みたいな。で、しかも当時の大阪の人たちって赤剣っていうのを使ってて、ノーマル剣を使ってて、めちゃめちゃ強いし、めちゃくちゃキャミーに有利なはずなのに、口揃えて、で、しかもみんな上手いからね、口揃えて、いや、ナメック超強いみたいな。言ってて、で、立川さんが一度、まあ、大人たちを連れてみんなで遠征したらしいんですよ、その頃に。そしたら、帰ってきたら、ナメック信者になってました。で、もうキャミーばっか使って、ナメックがって言ってて、いや、相当衝撃的だったんだろうなと。で俺も一応昔 VHS で大会の映像みたいなのをね、何試合かナメックがやってるところを見たことあるんですけど、確かにめちゃくちゃキレッキレで、あ、これはめちゃくちゃ強そうだなっていうふうに思いました。で、まあ、実際やったら、まあ、キャラもガエルだし、まあ、梅原君勝つんだろうけど、まあ、でもあいつはやばかったよみたいなのはよく言われてました。で、これで、まあ、俺が思う、一番ちょっとやっぱ、ひときわ光を放つ兄弟、格ゲー兄弟ってこの二人なんじゃないっていうのがこの話の一通りなんですけど、いかに皆さんがハードルを気にせず喋ってほしいかっていうことを今から言いますね。はい。別に兄弟じゃないらしいです。最近知ったんですけど、別に兄弟じゃないらしいです。でも、だからそのレベルで喋っていいんですよ。わかります？レベル高くないですかね。これ話術がすごくない。最初に出すのダメだよ、それ。いや、落とし方の問題じゃないですか、これ。いや、でも、要するに何が言いたいか、何が言いたいかっていうと、最強の兄弟って話をしてんのに、兄弟じゃないんですよ。らしいんですよ。いや、でもっと言うと、兄弟じゃないかどうかも分かってないです、俺は。兄弟じゃないらしいっていう話だけ聞いて。ただ、兄弟かもしれない。兄弟かもしれないです、なんなら。で、だけど、ナメックとサイヤマンっていう人たちがいたのは事実です。それは多分本当に、まあ、特にナメックの方は、ナメックじゃねえや、サイヤマンの方はすごい有名人なんで、当時の。ナメックはまあ知る人ぞ知るみたいな感じですけど、はい。で、俺は兄弟って聞いてたんで、あ、でも確かに両方ともドラゴンボールの名前だな、みたいな